皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。アートスタートステーション、今日からスタートです。アートイベントスタートのプロデュースをしております石田健二と言います。よろしくお願いいたします。もちろん初めての方が多いと思われますので、簡単な自己紹介をしたいと思います。私1961年東京生まれです。17歳の頃にボルシーというバンドを、始めまして、去年 CD ボックス、アナログの LP 版などをリリースさせていただきまして、おかげさまで売れているよというお話をレーベルさんからいただいております。なんでこんな話をするかと言いますと、今日のゲストお招きしている方、その頃にお会いした方なんです。はい。でその後、投影しましてロンドンで学校行ったり遊んだりしてたんですけれども、その後帰国しましてコマーシャルギャラリーやデザイン会社にて、この頃にもう働いてたんですけれども、ちょっとアートの病をこじらせましてアートオタクになりかけておった頃ですね。その後91年ニューヨークの方に行きまして、また働いたり遊んだりしてたんですが、ちょっと帽子を作ったりしたところ、亡くなられましたビル・カニンガムさん、写真家の方に写真撮っていただいてニューヨークタイムズとかに載せていただきました。非常に楽しい思い出です。2008年に帰国しまして、大手アートイベント、ギャラリーなどを運営している、アジア最大級のイベントアートイベントというところで、デザイナー営業、その後代表を務めさせていただいておりました。その後ギャラリーの立ち上げですとかアートイベントにディレクターとして参加したりしておりまして、さらにインバウンド系の、メディア会社にて東京都ですとか自治体企業の外国人向けの媒体のアートディレクターをしておりました。そしてフリーになりまして、ベルリンの方に移住したんですけれども、残念ながら、皆さんご存知のコロナですとかウクライナで、状況が悪化しまして、帰ってまいったところであります。簡単に言いますとそんなところです。はい。でこのアートスタートステーション、今日から始まったんですけれども、なんだと、実は4月27日28日、に始まりますスタートというアートイベントがございます。それを企画してるんですけれども、それに向かいまして出展予定されている豪華アーティストさんをゲストに迎えて、ここでしか聞けない裏話ですとか国内がアートシーンの今、いろいろと面白い話をよもやま話をワイワイとさせていただこうかと思っております。そうしまして、じゃあそのスタート、アートイベントスタートって何なのというお話になってきますけれども、これはですね、横浜マリーネリアというところで山下公園のすぐそばなんですけども、そこで、2日間やる予定です。アート、イラスト、映像、写真、ファッション、デザイン、パフォーマンス、もうほとんどどのジャンルでもクリエイティブなものであれば出展できます。出展申し込み受付は抽選方式ではなくて先着順となっております。さらに、出展に際しての作品の審査はございません。販売の際は仲介料ですとかマージンもいただきません。皆さんご自由に、気軽に作品を展示、発表、販売していただきたいと思っております。現在出展者募集中です。ぜひご参加ください。さらにですね、この横浜マリーネリアといいますのは、3年に一度行われます横浜トリエンナーレ、これ本当に偶然で、わざと仕込んだわけではないんですけれども、トリエンナーレのメイン会場であります横浜美術館から歩いてすぐ徒歩圏内にあります。ですので、来場者数皆さん大変多くなると思われますので、ぜひご参加遊びに来ていただければと思っております。詳細は概要欄に記載のホームページの方をご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、お待たせいたしました。では早速初回ゲストの方をお呼びしたいと思います。音楽家の上野浩二さんです。よろしくお願いいたします。上野浩二です。はい。石田君とは長いですね。長いですね。45年ですね。ちょっと簡単にプロフィールの方、はい。お久しぶりです。
プロフィールの方をご紹介したいと思いますので、はい、1960年千葉市生まれ、私より一つ上ですね。ご両親が美容関係ということで、幼少時より幅広く音楽、美術、映画を研究され、専門は作曲およびキーボード全般の演奏、作風はシリアス、ポップ両国からの影響とそこからの発展が見られるということです。近年は作曲を続けながら母校であります、日本大学芸術学部での講義、映画音楽、舞台音楽、それから抽象絵画の制作と展示というのを行っております。現在手地と関係の深いテクノポップがテーマのアルバムを制作中ということで、ご活躍中の作曲家さんでございます。お越しいただきありがとうございます。いや、どうも。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。45年ですね。ですね。こちらの方に、ご出演いただいたきっかけといいますのが、昨年の12月ですよね。高木寛ちゃんがプロデュースしましたイベントに、上野さんが最初に参加されてた「か2分の1」というバンドが再結成するというイベントがあるということで、これは行かなきゃと。どうも。いえいえ、妻と2人で駆けつけた次第なんですけど、でその後楽屋の方にお伺いしてご挨拶させていただいて、皆さん45年ぶりにお会いして、その時にこんな話をしたんですよね。いろいろ石田君何やってんのって話して、今アートイベント企画してます。で上野さん日大でお話しされているということで、実は絵を描かれているとえっていう、それですよね。ですね。不思議な縁ですよね。そうですね。ハッカー2分の1のボーカルの久保田さんとは、慎吾ちゃんとは上野駅で偶然僕お会いしたんですよ。そうなんですか。去年の3月かな。ちょっとうちの両親のお墓参りに上野の方に行った時に、ホーム降りたら向こうから慎吾ちゃんが歩いてきて、そりゃえっていう、また何回から来てよって言ったのがハッカー2分の1の再結成だったという。ちょうどその頃から計画してたんですよ。あ、そうなんですか。確か2分の1やるっていう。それは知らなかったですね。でその時もですから上野さんの話とかもしたかったんですけど、慎吾ちゃん急いでて、これからじゃあまたそれだけだったんですけど、久しぶりでちょっとびっくりしましたね。ちょっとでも上野さんの活動歴を簡単にご説明したいですね。最初にバンドに入られたのはハッカー2分の1ですか。なんていうのかな、世の中に出ていったのは8か2分の1です。そうですよね。ちょっともう一回プロフィールとか出していただけますかね。そうですよね。でその後ゲルニカと。ゲルニカね。ちょっと僕たちの年代だとやっぱり上野さんというとゲルニカのイメージが非常に強い方多いと思うんですけども、戸川純さんと、あれは何年ぐらい続けられたんですか。あれはですね、戸川さんに会ったのが80年とかなんですよ。でそれでなんかこういうことをやってみたいみたいなことを言って、その後太田喜一君が合流して、それでいろいろ作り出して、81年にその作ったデモテープが細野さんに気に入られて、細野晴臣さんにでイエンレーベルってのをやるから参加しないかっていう。難しいですね。そうですね。それで結局82年にアルバムを出して、で83年の頭ぐらいにちょっと活動停止してそんな短かったんですか。でそれでその後87年にもう一回、86年ぐらいからまたもう一回やろうっていうことをみんなで決めて、それでその後2枚アルバムを。じゃあ合計3枚アルバムがされて。そうですね。そうですか。CD って再発されてるんですか。 CD は2枚目と3枚目はもしかしたら再発されてないかもしれないけど、多分若い方お聞きになりたい方多いと思うんで、そうですね。あとあれですね、その頃ですか、
皆さん多分ご存知のキューピーのたらこたらこたらこは。キューピーはですね2004年にじゃあだいぶ後なんですね。後ですね。そうですね。だいぶ後。失礼しました。いやいいんです別に僕もとんでもない話ですね。前後が分かんなくなる時があるんでいろんなこと45年ですからね。いろんなことやりすぎてそうですよね。じゃあ太田圭一さんはもう最初から加わってたっていう。まあそうですね。結局ゲルニカって名前が太田君のアイデアだった。そうなんですか。えもうゲルニカっていうとビジュアルがもう完全にジャケットデザインから何からイラストから太田さんのイメージが非常に強いんで、ゲルニカのイメージっていうと太田さんのそうですね。太田君があとレトロないでたちですよね。昭和初期ぐらいの感じのぜひ若い人にも聞いていただきたいですね。結構衝撃なんじゃないですか、今の若い子とか聞くと。どうなんでしょうね。当時でも結構衝撃的でしたから。そうですよね。でいつぐらいから映画音楽とかはどのきっかけで始められたんですか？あれだったんですよ。そうだから井上誠君って皮下集のキーボード、彼がゴジラ伝説というシリーズをやってたんですね。福部明さんの音楽をシンセサイザーでやるっていう企画があって、あれが東宝ミュージックの方とかが結構こう絡んでたんですね。でその時からその東宝ミュージックの方からなんか僕に映画音楽をやらせたいっていうのがあったみたいで、ただ最初に来た映画はテイト大戦っていう映画で、だいぶ後で89年とかの映画だったんですけど、その流れで頼まれたみたいな感じ。じゃあそこからもう続々と。でただそっからあと20年ぐらいはなんか小さいものばっかりやってたんですね。そんなにで結局東宝映画を次にやったのが2008年のゼロの焦点だったんで、20年ぐらいやって大きい劇場でかかるようなのはやってなかった。そうなんですか。でいろんなことが変わっちゃってて、でもそれでいきなり日本アカデミー。そうですね。そう思うとびっくりですね。2008年ですか。制作が2008年で公開は2009年だったかもしれないです。それで僕聞いたから日本に帰ってきた直後ですね。全然上野さんがそれをやられてるっていうのはご存知なかったです。いやそんなになんか自分からあまり宣伝しなかった上野さんらしいです。あとのぼうの城とか、その犬堂一心監督とかなり仲良くなって、そのゼロの焦点の時に、で彼も同世代なんですよ。60年生まれとかで。それ結構映画の話とか、音楽の話も結構いろいろ話が通じるんで、そういう流れ。それでじゃあもしかすると「国家二分の一」とか「ゲルニカ」とかご存知だったんですかね。そうですね。ゲルニカ確実に知ってました。そうですよね。面白い流れですね。でいつの間にか日大で教えられてるという。そうですね。ただ日大で教えるようになったのは2000年ぐらいからですね。じゃあそれの前ですね。だから映画音楽のをほとんどやってない頃に映画音楽の先生をされてたと。そうですね。そんなことあるんですね。どうなんですかね。この間日芸さんにちょっとお伺いした時にも、絵画島の方はちょこちょこ行くんですけれども、あちらの音楽関係の方ってほとんど足を踏み入れたことがなかったんで。石田君が来たのはあれ映画学科です。あれ映画学科。映画学科の。あそこ行ったことなかった。そうです。今までは。また来てください。はい、もちろんです。伺います。エコダですね。そうです。エコダも変わっちゃいましたもんね。そうですね。昔あの辺になんかライブハウスありましたよね。あれ喜怒哀楽ホールってエコダでしたっけ。あれ全然違うか。なんか昔と駅前の雰囲気が全然変わっちゃって、この間行った時もびっくりしたんですけど。
でもバディってライブハウスはまだあります、ね。あ、そうですか。あとなんだっけ、フライング。あとね、エコダのマーキーっていうのがあったけど、ありましたね。ありましたよね。あれってどうなったんだろうと。それは古いですね。エコダマーキーってありましたね。結構昔話なんかばっかりになっちゃいますけど。で、まあご幼少の頃から絵を描かれてたということで、弟さん、玉美の先生をされてた。彫刻なんですね。玉美さんもちょっと卒展伺ったばっかりなんですけれども、その時にちょっとお会いできればよかったんです。そうですね。今度ちゃんと紹介しますから。ぜひぜひ。ぜひ。で、いつぐらいから本格的に絵を描こうと思われて？いや、本格的っていうことでも個展されましたよね。まあ個展初個展っていうのを62歳でやったり。あ、そうですか。そうです。この間やったビリケンギャラリーのが初めての個展。あれが初個展。そうです。なんでまたビリケンギャラリーさんで？ビリケンさんにすごく気に入られてて、そうなんですか。弟がまあ仲が良かったんで。そういうことですね。ちょっとお作品拝見していきましょうか。いくつかお作品の画像を頂戴してますので、ぜひ。イシュディチャクラ。これヒンズー語ですか？スロートチャクラの喉のチャクラって意味なんですけど、ちょうど色がブルーなんで、それでまあこれは油です。油ですね。2002年。もうでも20年ぐらい前。そうですね。だからこの前の初個展で20年分見てちゃったみたいな感じ。回顧展ですね。まあそうですね。これも僕ちょっと申し訳ないですけど存じ上げなかったんで、2022年だったらぜひ行きたかったですね。ビリケンさんで。これどのくらいの大きさなんでしょう？F8 とか6ぐらい、そんなに大きくないですよね。なんかあんまり大きい。なんかすごく大きく見えるんですよね。時々言われますね。すごく大きいんですよねって言われると、すごく小さい絵だったりして。モナリザと同じですね。いや素晴らしいですね。基本アブストラクト、抽象。そうですね。何かこだわりがあるんですか？抽象がいい。いや、子供の頃は普通に描いてたんですけども、生物画だとか、風景画とか、なんかもうちょっとあんまりうまくないんで、そういうのは。でも上野さんの音楽の感じ、ミニマルな感じとかすごく通じてるような、ちょうど今流れてるこの BGM、今日上野さんお持ちいただいたんですけど、オリジナルの楽曲でまだ発表されてないということで、そうですね、流しちゃっていいんですかっていうことだったんですけど、よろしいんですよね。もう流しちゃってますけれど、ありがたいです。これ上野さんのファンの方は非常に話してるのが怒られちゃうぐらいのちょっと静かにしてって言われそうなんですけれど、ありがたい話ですね。ちょっと次のお作品じゃあ拝見いたしましょうか。はい、これはプラネッツフロムネビュラ。なんかちょっとインド系が多いですか？そういうわけでもないんですけど、ちょっとなんかやっぱりスピリチュアル系なものに、スピリチュアル系にこれはミクストメディアですか？そうですね、ミクストメディアですね。油のとことアクリルのとこと、あとなんかいろいろ貼ったりしてるところがある。なんか数年前にもっと前かな、ヒルマーフ・クリントっていうとんでもない女性のアーティストが19世紀末にもう抽象画のとんでもないのを描いてたっていうので発掘されて、ちょっと世界的に話題になったんですけど、なんかそれを彷彿させるような。そうですか。それは嬉しいです。これはどのくらいの大きさですか？これはいきなり2022年になるんですか？そうですね。これは結構大きいですね。何号だったのかな。
板にえキャンバス貼ったんで、えこれどのくらいかな、なんかこのくらいの結構何号ね、っていう言い方がちょっと分かんないんですけど、割とミックストメディア多いんですか？最近多くなってるかもしれないですね。あ、そうですか。まあ、前は油が多かったんですけど、やっぱりなんかいろいろ試したくなっちゃう。アーティスト魂が出てきちゃう。アーティスト魂かどうか、ズルしたいだけかもしれないしちょっと本当に楽しみですね。ビリケンさんでは何点ぐらい展示されたんですか？そうですね、20点以上あったかな。30まで出たかどうかな、結構、結構だ。でも、大回顧展ですもんそうなんですかねいや素晴らしいですね。すいません、次をお見せいただけますでしょうか？これは去年ですね、セラフィニート。これは画材は何ですか？これはキャンバスの上に油彩で、その上にあれですよ、レジンで作った立体をオブジェみたいに貼っているという。これは写真撮るの難しそうですね。これはもうそれも踏まえてですねすごく小さいんです。これは F3 とかで。そうなんですか。それでこれもすごく大きいF3 ですか。それだとスキャンしやすいんでそれでスキャンした方が確かにレジンとか分かりやすいかもしれないですね。写真撮っても反射とかして難しそうですよね。難しいですよね。だからズルしてるどんどん行きましょうか。次をお見せいただければ。多分シリーズっぽいかな。これは油彩ですね。これも去年ですね。これも F3 です。これも小さいんですか？小さいです。これもスキャンできる大きさで。アブストラクトでこの小ささって珍しいですよね。そうなんですかね。すごくいいと思います。そうです。はい。嬉しいです。これはちなみに今お見せになっているものはすべてビリケンさんで展示された。いやまだこれからお願いしようと思ってて。そっかそっか。これ23年ですもんね。そうです。個展をやった後にそうなんです。作ってるやつですね。そろそろお願いできたらなと思うんですけど。そういうことですね。もうまだ出ますか？これも新しいですね。これも小さいです。これも同じぐらいの大きさですか？これもレジンが入ってるんですか？これはレジンは使わないで、どうしたっけな、アクリルの上にこのバックのブルーは油彩のすごいしゃぶしゃぶにされたもの。そうですね。グレージング的な。あとなんかところどころグラスペイントとかものすごい透明なあれもアクリルですよね。あれそれとかで。これでもちょっとオブジェっぽく赤っぽい色でなってるのは油彩だったかもしれない。それでもだいぶ緩くと解いてやった近くで見るとシワができたりするんですけど、これキャンバスですか？キャンバスです。 F3 です。これも小さい小さいばかり。すごい興味深いですね。生で見たいですね。そうですか。でビリケンさんの後はまだ予定が。ビリケンさんの時は販売されたんですか？販売もしました。そうですか。
なかなかでもこの間が初個展ということはなかなか上野さんの作品を手にするのは難しいってことですよね。どうなんでしょうね。ただ発表しないでもなんていうか買っていただけたんで。そうですね、それはそうだと思います。その犬と夫妻がそうですか。買っていってくれました。F さんだったらでもそれこそその時はもうちょい大きいのを飾ってたんですけども、今書いてるのは F さんのシリーズみたいな。 F さんのシリーズって面白いですね。そうですか。すごく面白いと思います。小さいシリーズです、小さくてアブストラクト、面白いですね。ぜひちょっと少し売っていただければコレクションしたいぐらい。ぜひぜひ。で上野さんあれですよね、スタートのイベントにしていただけるということで、これ上野さんファンの方はこれ初めてご存知ない方多いですよね。もちろん発表されてないですもんね。4月27、28です。皆さん、上野さんのファンの方、ビリケンギャラリーで買いそびれた皆さん、ぜひぜひぜひいらっしゃってください。4月27、28ですね。で今後音楽と絵画と両方もちろんされると思うんですけど、ですよね。例えば絵画の方が忙しくなっちゃったと、ギャラリーの方から引く手あまたになってきたらそっちに行っちゃうっていうことも。そんなこと起きるんですかね。起きますよ起きますって。それは起きてきた人いっぱい見てますもん。そうなんですか。でもそうなったらそうなったで幸せかもしれないですね。音楽の方もただ音楽はアウトプットがどうも僕昔から難しいんですよね。例えばレコード会社だとか、いろいろありますよね。感じ。わかります。わかりますよね。あれがなかなか何年やっても馴染めないっていうかで、だからサブスク的にじゃあ逆に時代に合ってきちゃう。合ってきてはいるんですけど、ちょっと面倒になってやってないんですけどもすいません。そろそろ基本そういうところがアーティストさんですよね。そうですかね。そろそろだから配信曲がかなり溜まってきたんで配信することにはなると思うんです。今流れてる曲の感じとかも本当に絵とシンクロしてますよ。ありがとうございます。それは嬉しいです。でそうだ、言い忘れたお話しするの忘れてたんですけど、ジャズトリオを組まれてその後ビッグバンド組んでベルリンでコンサートされてるっていう、あれは何年ぐらいですか？あれは2007年です。呼ばれたの。ちょうど世界文化館ってとこが50年とかでニューヨーク市が寄贈したんですってね、ベルリンの建物。それでだからちょっとジャズっぽいことっていうんで、で日本代表と。日本代表だったんですかね。行った先には中国から来たジャズピアニストの方がいらっしゃったりして、そうだ、アジアが一応テーマだったんですね。確か。そうなんですか。アジアのジャズの人たちみたいなことだったのかもしれない。来てる人たちの感じ。2007年ですね。2007年。一昨年かな、ドキュメンター、ドイツのでっかいアートイベント、あれ本当はベルリンにいる時だったんで行く予定だったんですけど、ドイツ人の知り合いとかから、今年はインドネシア祭りになっちゃってるからつまんないよって言われて、インドネシアのアーティストばっかり出てるって、なんでそれそういうのがあるんですかね。テーマみたいのがあるんですかね。あるのかもしれないですね。でなんでそのトリオからビッグバンドになっちゃったんですか？結局
ジャズのピアノトリオってリズムセクションなんですよ、あれって。でだからやっぱり結局なんかなんですか、やっぱりマイルス・デイビスとかああいうのを聞いてたもんで、やっぱりホーンが入るといいなと思って。そのトリオはベース、ドラム、ピアノです。そうですね。で山下洋輔さんですでもそうですよね、そこにやっぱり坂田明さんとか入ってきちゃうわけですからね。そうです。結局最初はだから清水康明さんが来て、テナーとか吹いて、まあだからカルテットみたいな感じだったんですけども、まあちょっとだんだん増えていったというでビッグバンドになっちゃう。ビッグバンドにしたと。曲はオリジナルの曲やられてた？オリジナルの曲だいぶいろいろやってましたよ。ゲルニカの曲をジャズにして作り直したりとか。それ音源残ってないんですか？音源はそれこそサブスクでそうなんですけど、聞きたい方いっぱいいらっしゃると。そうですね。そうですよね。わかりました。一つはでもあれなんですよ。バップってまあ結構ちゃんとしたとこから出たんで、現場を持ってないんで。そういうことなんですね。そうですね。またレコード会社の問題ですね。まあそうですね。そういうことです。で、大体個人が言っても相手にされないですよね。レコード会社はね、難しい。特に大手さんはそうですよね。で結構そのディレクターの方がすごく面白い人だったんだけど、今なんか DJ になっちゃって、まあ意外と好きなんですけど、彼のことはDJ されてる。もうだからバップにはいないんですよ。だから残念みたいな。まだいてくれればちょっとなんとかなったかもしれないけど。多分上野さんをご存じない方がこの話を聞いてると、何者なのってなりそうですよね。何者？弟さんの経歴も僕ざっと見させていただいたんですけど、非常に面白いというか興味深いというか、三味線弾かれたりされてるんですね。まあそうです。ツアーされたりしてる。そうですね。三味線の弾き語りです。でも彫刻の方ですよね。やっぱりご兄弟、お父さんも含めてですけど、なんか表現したくてしょうがないっていう。どうなんですかね。アーティスト魂ですよね。いや大体その声のトーンが似てて、うちの父も僕の弟もなんか全体的に低い声でだからなんかこう芸術が爆発するような感じじゃ全然ないですけどね。作品が爆発してれば十分ですよだからなんかボソボソ話してるみたいな。まあ弟とは結構ボソボソ話してるかもしれないです。そうですね。ぜひ今度弟さんもそうですね、お話しさせていただきたいなと。映画で結局だからアルバムは彼のアルバム1枚手伝ったけど、音楽やってるけども結局彼とすごく関わってやったのが映画なんですよ。映画の中で時代劇で、時代劇の中で田楽踊りだとか麦踏歌だとか引っ越し歌、これ捏造したもんなんですけども、なんかちょっとその犬堂一心監督のだから「ノボの城」っていうのと、あと「引っ越し大名」っていうのをやったんですけど、いました、それでいましたそれでまあ大名も上野さん。そうです。で僕が駆り出されると、もう犬堂さん待ち構えていたよね、弟を僕の重人という重人さんも呼んでくださいみたいな。面白いものを嗅ぎつける嗅覚が。で結局引っ越し歌なんてものはなかったんだけど、それを作っちゃったって、こういうのが過去あったっていう設定で、だから弟は長唄とか歌舞伎に詳しいんで、結構いろいろうまいこと言葉を持ってくるんですよ。それで意外と面白いのができたりして、ちょっともう一回映画見ないとあれですね。引っ越し歌っていうのが何回か流れます。もう一回見てみます。ちょっとね、上野さんとのお話まだ35分ぐらいですか。これ本当は何時間も続けられちゃうんですよね。今ご存じない方多いと思うんで、昔話結構はしょっちゃってますけど。まあそうですよね。そうなんですよね。初めて上野さん拝見したのってどこだったかな。下北沢のロフトかな。
年末にやったやつ。大晦日ね、そうですそうです。あの時多分上野さん初めて、それまで八家2分の1ギターでしたもんね。ギターの方が抜けて上野さん入ってきたんです。ギターレスのバンドになって。でギターがいる時からいたんですけど僕。あ、そうですか。いたんだけど楽器を運ぶの手はずが整わなくて。じゃあ新宿来賓館、新宿じゃないや来賓館とかでやられた時も。来賓館でやった時出ました。あ、そうですか。ただ有名になってからは逆に出てないかも。楽器を電車で運ばなきゃ運べないっていうことになって、慎吾が俺が持っていくみたいになったんだけど、ちょっとそれあまりにも大変昔のキーボード重いんですよね。そうですね。本当に。でちょっとやっぱりやめようみたいな。でなんか天気も悪かったんでパスしちゃったんですよ。来賓館で見たのが八家2分の1最初だった。じゃあその時ギターがいた時ですね。初めて見た時にキーボードが欠席した時かも。そういう理由で。あの時初めて見て、で次から僕の話で申し訳ないんですけど、ライブやる時もマネージャーさんに八家2分の1でやりたい、八家2分の1でやりたいっていつも言ってて結局最後までずっとほとんど一緒にやらせていただきましたよね。最後新宿ロフトだったかな。あの時も確か一緒に出ていただいて、で上野さんのご自宅、美容室のパリススタジオ、パリ美容学校という学校の2階に美容室もあったんですけども、そこで私たちの音を録音していただくという光栄をいただいて。いやボルシーはねかっこよかったです。17歳ですからね、とんでもない話です。でもなかなかなんていうのかな、結構ルックスもいいし、結構そういうとこ気にしてるんですよね。17歳ですから。ですよね。でそれで言葉が面白かったですね。歌詞がすごく。それがだから、去年 CD を出したいっていうお話があった時に、歌詞カード作りたいって言われたんですけど、歌詞なんか覚えてるわけないんですよ。45年前の17歳が作った歌詞なんて、それは無理ですってお断りしたんですけど、その頃だからあの頃でも面白かったですよね。音楽シーンがちょっと変わってるというか、多分今の方は分からないと思うんですけど、バンド同士で新しいことやる競争みたいになってて、そうですね。なんかすでにあるものをやらないようにしてた。もうみんなそうでしたよね。そうですね。多分今になってみるとみんなパンクって一括りにされるんですけど、今のパンクバンドっていうのと多分全然全然違いますよね。結構みんな逆に言うといいとか悪いとかっていう意味じゃなくて、スタイルとか様式にをやりたいっていう感じで、なんか新しい音楽をやるっていうよりその様式を革ジャン着て秒のついたものをつけてっていうあっちのスタイル、音もみんなスタイルになっちゃって、それもあって僕つまんなくなっちゃって、アートの方が面白いやっていう。17歳なんで、17歳の男子高校生なんて猿みたいなもんですからすぐ変わっちゃうんですよ。こっち行こうってなっちゃったんですけど、多分雰囲気って多分若い子たちには伝わらないだろうなっていうのがすごくあるんです。そうなんですかね。やっぱりなんか日本人はでも様式が好きかもしれない。なんかスタイルとか。よくそういう話後でもするんですけど、やっぱりリンパとかカノースクールとかやっぱりカノー派ですとか、そうです。やっぱりそういう風になってくると認めやすいのかね。様式が好きなんでしょうね。そうですよね。僕思うにやっぱり変な話ですけど、ニューヨークとかベルリンとかのアートシーンと一番違うのはそこ。だから文脈とかコンテクストで判断しているのが日本にはないですよね。コンテキストは本当に全くむしろそれが一番大事なのにと思うんですけど。そうですね。しかも割とみんな作家の心象風景とかそういう評論家さんもそうですけど、みんなそんな話になって、あれも僕日本だけだと思うんですよね。あんな変な評論をするのって。
で一回ファインアート化を作りますっていうデザイン学校なんですけど、ちょっと講義してくださいって言った時に、自由に書いていいって皆さん思ってるでしょうけどって学生さんにお話しして、コンテキストが一番大事ですよと、ファインアート目指すならって話したら、講義の後で先生に怒られちゃってああいう話しないでくださいと学生には好きなように書かせたいんですと。ああそうなんだと思って、それもあってビジネスシーンが日本のアートシーンというビジネスがなかなか成り立たないのかなっていう感じは、ちょっと締めっぽい話で申し訳ないけどその辺も含めてこのスタートっていうイベントでちょっとアリの一穴じゃないですけど、ちょいっとつければいいなと思ってるんですけどね。結構そういう話、コンテクストの話されてる作家さんでは多いんですけど、やっぱりそれ嫌がりますよね。ギャラリーさんとか美術関係のメディアさんってそれ言うと割とそういうのはみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとずるいなと思うところなんですけどそうですね。なんか結局後手に回るっていうか、そうですね。なんか結局なんか新しいことやった人は近くから出てこないみたいなね。本当に新しいことやった人って日本の作家さんいっぱいいらっしゃるので、売れた方って全部逆輸入、河原音さんもそうですし、それこそ草間彌生さんもそうですし、全部逆輸入で本当もったいないなと思うんですよね。ちゃんとコンテキストを踏まえてシーンを作れば、そんな話ギャラリーさん、老舗のギャラリーさんともだいぶ前によくそんな話したんですけど、無理だよって言われてそんなのみんな何十年も前からみんな挑戦してんだけど、それ受け入れてくんないんだよ日本は。難しい同調が、いやそれはもしかしたら僕がだから音楽のアウトプットとうまくいかないって同じかもしれないすごく思いますね。それこそ上野さんの作品もアリの一穴でボンと出てくれば面白いんですけどね。知り合いのアーティストで前 NHK のディレクターやってたんですけど、いきなり絵描くって言い出して、ニューヨークでの知り合いだったんですけど、日本帰ってきてから NHK のディレクター辞めちゃって絵描くと、絵描きになると、びっくりしたんですけど、でどういう作品作るのって言ったら、売れる作品って言って、売るための作品を作ると。でまずどういう人をターゲットにして、ちょっとお金を持ってる女の人、でちょっと年上の方たち、なんかプロデューサーズみたいな話でこんな感じの絵が多分好きなんだってのを突き詰めて今絵で食ってますよ。すごいですね。一回スパイラルでアートイベントをやった時にちょっとディレクターで参加させてもらったんですけど、作家彼を呼んでバカバカ売れまして、すごいですね。あれはだから新しい言ってみればコンテキストの中で新しいやり方だなと思って、しかもアブストラクトでそれをやってた。そうなんですか。それはすごいですね。やっぱりディレクターさんだからかなと思うんですけどね。上野さんもそれこそ音楽に非常にシンクロしてる作品なんで、ファンの方から一気になんか絵の方も行くような気がするんですけど。作品拝見してますと、版画とか興味ないんですか？僕リトグラフとかされたらすごい受けるような、それこそ日芸さんにいてもったいないなっていう、いけるような、下世話な話で申し訳ないんですけどふと木版画みたいなのはどうかなと思ったんですけど最近ですけど、ただリトグラフね、リトグラフだったら今写真製版とかでもありますし、それこそ玉美の卒展行った時に、結構やっぱりリトとか木版とかも最近みんないろいろ組み入れてて、それこそずるいなっていうのが、ずるいことやってるなっていうのが多くて、やっぱり最近の若い子そういうところある意味賢いなと思うんですけどね。プラスでさっき言ってたコンテクストの話とかをこう勉強されると、日本から発信ができるんじゃないかって。なんかすいませんね、変な真面目な話になって。いや全然いいじゃないですか。どこがまずい。
じゃあしばらく上野さんも作品を作られ続けるということで、そうですね、じゃあもうぜひ長いお付き合いを、もうお互いに還暦過ぎましたけれども、させていただければ、ぜひぜひですね、なんか感慨深い。まあでも石田君はね、そもそも才能があったから、いえいえ、いや本当にとんでもないです、とんでもない。上野さんに最初にそう言ってもらった時嬉しかったです。17歳の時覚えてますもんね。だから本当カンちゃんとつながっててよかったなと思って、8巻2分の1のライブなんか多分カンちゃんのフェイスブックがなかったら知らなかったですね。カンちゃんもカンちゃんで不思議な付き合いで、そうなんですね。僕がそのバンド作る前にカンちゃんがバンドやるっていうんで、ベースでちょっと参加してスタジオ何回か入ってたんですよ。そりゃすごい。カンちゃんがフレッシュやる前で、お互いにちょっと合わないみたいな感じになってやめたんですけど、でカンちゃんも3、4年前かな、いきなり連絡があって、やっぱりその当時の話を雑誌にしたいんで、インタビュー、僕にインタビューって話して、僕と久保田慎吾ちゃんと2人のインタビュー、いいですね。その時に確かフェイスブックでつながったんだと思いますね。全部変な縁変な縁っていうとあれですけども、非常に面白い縁ですよね。本当に嬉しいですよ。こんなことがあるのかと。そうですね、確かに長く生きてるとこんなことがあるんだな確かにそう、そういうことですね。じゃあちょっとスタート、展示、非常に楽しみですね。ですね。これ作品でも売れたらその場で渡さないですよね。あっという間になくなっちゃったりすると展示作品なくなっちゃう。なくなっちゃう。ぜひ後日発送にしていただいて。わかりました。見たい人が来た時に上野さんの作品ない怒られちゃいますんで。よく学生さんなんか特にグループ展とかでやると、個展とかやると売っちゃってその場で渡しちゃうんですよ。そりゃすごいですね。なんでみんな赤丸をしてると思ってるのって話で、そうしないと後から来た人見られないじゃないですか。でも早い者勝ちですね。多分上野さんの作品って言ったらそれこそ8巻2分の1ゲルニカ、捏造と贋作、キューピーのファンも含めて、どうなんでしょうね。大竹一さんとかまだお付き合いあるんですか？ありますよ。そうですか。太田君はゲルニカが40周年だったんで、2022年で、その時になんかサイトでいろいろ作ろうとしてて、まだできてないかな、それが結局間に合わなかったっていう。なんかあれなんですよね、僕もそうだけど何周年とかそういうのが苦手なんですよ。絶対できないっていうか、なんか上野さんそれ分かります上野さんっぽいなと思います自分のタイミングで出したい。まあそうですね。そういうことですよね。大竹一さんって言っても今若い方結構知らないかな、でもまだ活躍されてますからね。そうですね、大活躍の方なんで。太田君は結局だから戦友みたいなもんですね。結局もうずっとなんだかんだ僕も慎吾ちゃんとかカンちゃんに会った時全然もうそれから付き合いなかったんですけど、なんとなくやっぱり戦友っぽい感じ。なるほど、ですよね。確かに戦ってはいないんですけどそうですね、遊んでただけなんですけどそうなんですけどなんかそういうのありますね。多分これその辺のメンバーみんな集まったら大変ですよね。一晩経っても話終わらない。なんかそうかもしれないそうですよね。この間氷川州の巻上さん拝見した時も、うわ懐かしいと。巻上君とは話さなかった？話さなかったです。多分覚えてらっしゃらない。そうですか。氷川州と一緒に来賓に出た時があったんですよ。ですよね。ありましたね。僕がでも欠席した時で。その時ですか。確か。あの時氷川州さん出られてて、で変なバンドって言ってでそれ以降多分一緒にやったことないと思いますね。だからあの頃の方たちでドーンと皆さん今の若い子も知ってる人ってあんまり
真島君ですね。ブルーハーツの真島君はまさかあんなに逆にあんなに行くとは思わなかったですけど、失礼な話ですけど。いやまあびっくりですよね。まあでも結構ね活躍してる人いますよね。まあなんだかんだ言ってねと思うんですけど、いやもう覚えてないところもありますからね。フリクションのレックさんも僕日本帰ってきてすぐ見に行って楽屋に挨拶しに行って、で森久江さんとはニューヨークでちょこちょこ多分向こうはもちろん気づかれてないんですけど、森さんだってイーストビレッジでよく拝見したんですけど、だから亡くなられた方も多いですしね。そうですね。びっくりしちゃうようなことがありますから、なんかこんな締めっぽいの終わっちゃダメですね。なんかないですか楽しいこと。楽しいこと。スタートはもちろんあれなんですけれど、でも来月でしたっけ？来月の24日、下北沢でライブをやられると。ライブやりますね。今出ましたね。出ましたね。はい。捏造と贋作。これは慎吾ちゃんとのユニット。そうですね。でしかも上野さん初 DJ。それもやります。DJ も。これやばいですよね。やばいですかね。めっちゃ楽しみですよ。どうもありがとうございます。これその場でその DJ の音データに残さないんですか？いやおそらくコンピューターでやると思うんで、だからそのまま残っちゃうかもしれない。それはぜひはい。上野さん何かけられる？何かける？そうですね。何かけましょうかね。勝手にこの間これ見て帰りにハッカ2分の1の会にこのチラシをいただいて、ちょっと妻とこれはいかないとね。しかもよく見たら上野さん DJ って絶対スパークスとかかけるぞ。いいですねスパークスね。スパークスの2人とは仲いい。よく写真で仲良くしてもらってます。いやすごいですよね。話が前後しちゃいますけど、あとこの間伺ってびっくりしたのはジム・オルクさんとお知り合いだ。まあそうですね。なんかライブとか見に来てくれたりしてジム・オルクさんが上野さんのファンだ。どうもそうらしいんですけども、じゃあんまりなんか話でもすごくわかりますね。そうですか。僕逆にソニックユースの頃あんまり知らないんですよ。ソロになってからの方がこの人面白いな。でも面白いですよね。彼がいろいろやってることっていうか恵比寿の何でしたっけ、晴れたら空に招くって、あそこでちっちゃいとこでアートリンゼと2人でライブやってぎっしりになったんですけど、めっちゃ面白かった。もう目の前で触れるぐらいのとこで畳の上でアートリンゼさんがすごいエフェクターの接触が悪くてイライラしながらやってましたけど、あれ今まで見たライブの中で5本の指に入る。なるほど。めっちゃ面白い。いいですね。ぜひジム・オルクさんもご紹介いただければ。ぜひぜひ。ちゃんと紹介できるかな。めっちゃ嬉しいです。はい、わかりました。ちょっとずいぶんメールとかしてないんでしてみる。でも全然。そんなの僕と上野さんなんかだって45年ぶりです。まあそうですね。全然変わってないですよね。そうですか。変わってないです。変わってないです。いやそのまんまですよ。ステージ出られた時スーツ着てたじゃないですか。なんかイメージですもん。ネクタイされてて。そうか。上野さんだってすぐ分かるぐらい。とも思わない。作品もそれが出てますね。上野さんの作品だってそうですか。ちょっとF3 シリーズは上野さんの DJ と同じぐらいやばい。そうですか。多分僕の周りでもやばいなこれって言ってる人間何人か多分これ見てる人間いると思うんです。そうなんですね。はい。じゃあこれ楽しみですね。今日はだから本当にありがとうございました。なんか変な終わり方ですけど。なんか他の終わり方ってあるんですか？なんか他の終わり方ありますかね。なんかありますかね。まあスタートぜひ皆さん、上野さんも出られるということでご参加ください。4月27、28です。出展者募集しております。作品審査ないんです。素晴らしいですね。作品審査なし。
抽選なし、販売手数料なし、しかも横浜トリエンカナーレメイン会場すぐそば、こんなことないですよ。すごい条件いろいろ素晴らしい条件で、ぜひぜひ面白い作品ちょっと私もすごく楽しみにしてるんで、もうファインアートに関わらずそれこそアクセサリーでもファッションですよね。焼き菓子とかでもいいなるほど。オリジナルのお菓子、まあ先ほど言ってたちょっと大きなイベントで、はい、食中毒とか出ちゃいましたけど、それさえなければもう大歓迎です。何でもイラストだろうが写真だろうが、今写真の方申し込んでこられたかと思います。何でも、それこそアクセサリーでもいいですし、素晴らしいぜひ詩とかも面白いですよ。オリジナルの詩とかやっていただけるんだったら、ちょっとまた話脱線しますけど、90年代終わりぐらいかな、ニューヨークの双方の街角で兄ちゃんが一人いるんですけど、そこにお題持ってくるんですよ。僕と彼女の話書いてって言うと、詩とかストーリーをその場で作ってくれる。もちろん有料なんですけど30分待っててとか1時間待ってて、そういうベンダーがいて、今彼どうしてるのか分かんないんですけど、ですからそういうオリジナルの作品だったらもう何でも、ただオリジナルでなきゃダメなんです。スタートは皆さん二次創作ダメです。お願いします。二次創作以外でしたらもう何でも、あと法律に反するものはダメですね。基本やめてください。法律内で二次創作でなければ、何でもいいですんで、ぜひ上野さんの作品も見られると嬉しい限りです。こんなところでしょうか。第1回目でなんかグズグズになってますけれども、そんなにグズグズじゃないですよね。じゃないと思います。結構真面目なことも言ったし、ちょっと喋りすぎて上野さん、いやそんな大丈夫。上野さんのファンに怒られ、お前喋りすぎなんだよ。そんなことない、大丈夫だよ。怒られそうです。いや、大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあゆっくり寝られると思います。本当に今日はありがとうございました。いや、呼んでくれた。ありがとうございます。いやとんでもないです。こちらこそ。ありがとうございました。皆さん上野浩二さんです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さようならということで。さようなら。ありがとうございます。スタート、出店お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。